はい、どうも、オラスです。今日はですね、タイトルの通りね、カメラのお話をしていきたいと思っております。というのもですね、パナソニック様から6月の20日にですね、S9 というですね、カメラが発売されまして、ルミックス S5 Mark II を持っている自分としてもですね、かなり気になっておりました。やっぱりね、コンパクトなフルサイズミラーレス一眼。で、さらにね、デザインもすごい可愛くて、人気の出そうなね、カメラだなと思っておりました。ただですね、コンパクトなフルサイズミラーレス一眼といえばですね、ソニーの α7C2 もですね、やっぱり候補に上がってくるのかなと思うんですよね。この2機種でですね、迷われている方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、今日はこの2機種についてね、比較をさせていただき、どういった方にね、おすすめなのかっていうところ、個人的なね、感想をね、お話ししていきたいなと思います。はい、でね、ざっくり概要スペックをお話しするんですけど、α7C2 と Lumix S9 はですね、どちらも軽量コンパクトでありながら、フルサイズのセンサーを搭載しておりまして、さらに手ブレ補正機能もしっかりと搭載されたカメラとなっております。で、カメラのセンサーに関してはですね、S9 が約2400万画素。で、α7C2 が約3300万画素となっておりまして、実は画素数はね、α7C2 の方が多いという形になります。ただ、本体重量に関してはですね、バッテリー含めると S9 が約 486g、α7C2 が約 514g となっておりまして、S9 の方が約 30g ぐらいですね、軽いといったものになっております。他にもね、細かい違いが結構あるんで、それをね、これからご説明していきたいと思うんですが、その前にですね、ちょっと実はになっちゃうんですけど、この2台のうち1台をすでにですね、自分、購入しちゃっております。はい。フルサイズミラーレスはですね、もうすでにこの Lumix S5 Mark II を保有はしていたんですけれども、やっぱね、コンパクトなフルサイズカメラが欲しいなと思ってしまいまして、いろいろと検討して、それこそ結構調べてですね、悩みに悩んだ結果1台ね、ちょっと購入しちゃったんですよね。はい。やっぱりね、もともとこの Lumix S5 Mark II を使ってるということもあって、それもしっかりと考慮した上でですね、最終的に自分が選んだカメラはですね、はい。ソニー α7C2 を購入いたしました。いや、待てと。はい。もう自分でも分かっていますよ。このレンズ交換式のね、カメラなので、同じ L マウントにしておけばですね、ルミックスにしておけばですね、今まで使っていたこっちのレンズとかも共用して使えてですね、メリットが大きいっていうことは重々理解はしているんですけれども、今回ちょっとあえてね、α7C2 を自分は選びました。はい。本当にいろんな理由があるんですよ。なんですけど、その購入に至った考えっていうところもね、今回、この Lumix S9 との比較も含めてお話しすることで、ちょっとでもね、皆様の購入検討材料のね、参考になればいいかなと思ってお話ししていきたいと思います。で、今回自分がですね、α7C2 いいと思ったポイント5つございます。はい。まず、1つ目がですね、このダイヤルの数でございますね。α7C2 はですね、しっかりと前のダイヤルと、この背面ダイヤルと、あとここにもですね、いわゆるメニューとかを選ぶとここのダイヤルもちゃんと使える。なんで、3つのダイヤルがですね、あるんですね。これ結構自分重要視しておりまして、というのも、マニュアル設定とかで3つの露出設定、F 値の設定と、シャッタースピードの設定と、あと ISO。この3つの設定をですね、ぐるぐるやっぱいじりたいんですよ。この操作感がですね、どうしても欲しかったんですよね。はい。もともとこの Lumix S5 Mark II でも同じように割り振りをしておりまして、それの使い方をね、踏襲したかったっていうのもあるんですよね。ここ結構自分は重要視していて、Lumix S9 はですね、実はコンパクトで可愛いデザインではあるものの、ダイヤルの数がちょっと少ないんですよね。なので、ここの操作感が少し自分が変わってしまうのが嫌だったっていうところが一つ要因としてございます。で、この α7C2 を購入した理由の2つ目なんですけれども、やっぱね、グリップのところですね。はい。これがね、やっぱ持ちやすいんですよね。対して、Lumix S9 に関してはですね、ここがないフラットな
デザインになっておりまして、いわゆるグリップっていうところがないんですよね。はい。やっぱりですね、ここの持ちやすさって自分は結構重要だと思っておりまして、実際にね、これ、フラットなデザインのカメラ、なんとか触ったことあるんですけど、思った以上にね、持ちづらいんですよね。指が余っちゃうというか、なんか引っかかるところが少ないんで、結構ね、不安定なんですよね。カメラ撮影するにあたってはね、しっかりと、両手使うんで、そんなね、グリップなくても問題ないよっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、自分の撮影環境がですね、結構本当に一瞬のシャッターチャンスとかを逃さないことが重要だったりしていて、で、しっかりともう両手でガッと設定全部して撮るっていうのが、できるのが一番いいんですけど、そうじゃない時も結構あったりするんですよ。もう本当に一瞬でカメラ構えてパシャッと撮らなきゃいけない時とかがあったりしてですね。そうなった時にこのグリップの良さ、片手でもなんかもう取り回しができるこの安定感っていうところがですね、自分は割と欲しい機能というか、必要なですね、スペックなのかなと思っていて、その点この α7C2 がですね、持った感じ、コンパクトな、すごいちっちゃいカメラではあるんですけど、しっかりとですね、握れるデザインになっていてですね、これは個人的にすごく嬉しいポイントかなと思っております。はい。そしてですね、α7C2 を選んだ理由3つ目なんですけれども、やっぱりですね、この EVF があることですね。はい。正直言うとですよ。正直言うと、この EVF、電子ビューファインダーに関しては、なくても全然やっていけるとは思います。Lumix S9 はですね、この電子ビューファインダー、EVF がないんですよね。もうモニターだけで見ていただくっていう感じになっちゃいます。正直普段の撮影でそんなにですね、困ることはなくって、覗き込むこともですね、頻度としてはすごく少ないんですけど、ただやっぱりですね、この一眼カメラを買ったからには、やっぱ覗き込みたいっていうのがあるじゃないですか。はい。やっぱね、カメラの所作としてこうやって覗き込む、このポーズを撮りたいっていうのが半分。で、もう半分がですね、やっぱり日中、ちょっと限定的なところではあるんですけど、日差しが強い時にですね、このモニターの明るさが足りなくって、手元でこうやって隠しながらじゃないと見えなかったりとかすることもあったりするんですけど、そういう時にファインダーを覗けばですね、この日中の明るさとか関係なくしっかりと映る絵をですね、確認することができるので、そういった時には重宝するんですよね。はい。なので、なくてもいいんですけど、あると便利っていうところでですね、あと自分は結構覗き込む、この、なんて言うんでしょうか、カメラのその写真を撮った感みたいな、そういう撮影体験的なところもちょっと大事にしたかったので、ファインダーありの方がいいかなと考えておりました。4つ目なんですけれども、メカシャッターの存在ですね。はい。実は、この α7C2、ここにですね、シャッターも今降りてると思うんですけど、電源をオフにした時にですね、シャッターを下ろして守ってくれる機能がついております。これメカシャッターがね、ついてるからできることなんですけど、それのね、安心感っていうところもありますし、あとやっぱり写真撮った時に、この物理的にシャッターが降りる、カシャッというね、降りる感覚。これがね、個人的には結構大事なんだなと思っております。電子シャッターでね、撮るっていうこと自体は全然問題ないし、それがダメってわけじゃないんですけど、ただやっぱり撮影体験の話で、カシャッという感じがね、この、撮った時に、フィーリングの話になっちゃうんですけれども、感覚として戻ってくるっていうのがですね、個人的には、やっぱ醍醐味というか、テンションが上がるので、そこはね、やっぱ、メカシャッターあると嬉しいなと感じておりました。で、対する Lumix S9 はですね、この電子シャッターのみになっておりまして、メカシャッターついてないんですよね。そういうところも少しね、要因の一つになっておりました。5つ目がですね、オートフォーカスの性能ですね。Lumix のオートフォーカスも早いんですよ。同面位操作が採用されて。で、使いやすくもなってはいるんですけど、それでもやっぱり、世間一般の評判としてはですね、やっぱソニーのオートフォーカスの方が、やっぱ一歩先行っているよね、というのが、評判としてもやっぱいいんですよね。はい。自分はちょっとまだですね、使い始めたばかりで、このオートフォーカスの良さっていうところ、他との実感っていうのはまだね、ちょっとこれからいろいろ検証していかなきゃいけないかなとは思っているんですけれども、ちょっと撮影しただけでもわかるんですけど、使い勝手が良さそうだっていうところは感じている部分ではあるので、そこはね、一つポイントになるかなと思っております。あ、5つって言ったけど、6つ目あったわ。もう一つだけね、余談にはなっちゃうんですけど、ここですね。
マルチインターフェース集っていうのが、ソニーの α7C2 には採用されております。これ、普通の集とは違ってですね、電子接点がいくつかありまして、これに対応している、例えばですね、ショットガンマイクとかをつけるとですね、ケーブルレス、いわゆる 3.5mm ジャックのですね、有線のケーブルをですね、接続しなくてもマイクの接続ができるという機能が備わっております。これね、個人的にはすごくいいかなと思っていて、そのマイクね、マジで買おうと思っております。対するですね、ルミックス S9 はですね、ここコールド集なんですよね。電子接点がなくて、電子機器に対応しないんですよね。単純に本当にこの形の集があるだけらしいので、そこの違いも若干ね、あるのかなと思いました。ルミックス S9 もですね、いいカメラなんですよ。はい。めちゃめちゃいいカメラでございまして、個人的にいいなと思ったポイントを少しね、ご紹介したいと思います。まずですね、一つ目がですね、モニター解像度がめちゃくちゃいいですね。このルミックス S5 Mark II と同じモニターが採用されておりまして、解像度が184万ドットなんですよね。対するですね、この α7C2 はですね、モニターの解像度が104万ドットで、2倍ぐらい解像度が違うんですよ。個人的にはですね、撮影体験に影響するかなとは思っていて、撮ったすぐにですね、綺麗な絵で確認できるとですね、やっぱちょっとしたピントのズレとかもすぐ確認できますし、あと綺麗に映ったやつが見れるんで、PC 画面とかで見なくてもですね、あ、めっちゃ綺麗だなってなるんで、撮ってすぐですね、それが確認できるっていうのは、モチベーションとかね、上がってくるんで、個人的にはね、モニター解像度もっとこれ上げてほしいなと思っているんですけど、その点、その MIX S9 はですね、ビューファインダーがない代わりにモニターすごく綺麗なんで、それね、すごくいい点だなと思っております。そして S9 いいなと思っているところ、二つ目がですね、やっぱリアルタイムラットの存在ですよね。はい。やっぱ好きな色をね、調整できるっていうのが、やっぱり便利なんじゃないかなと思っておりますし、クリエイターさんが配布していただいているラットだったりとか、自分で作ったオリジナルのラットをですね、写真の方にも適用することができる。ベイクして、もうそのまま直接ね、SNS とかにもアップロードできるっていう機能がございまして、これやっぱりね、使いこなせればすごく便利なんじゃないかなと思っております。ただですよ。これに関してはですね、ちょっと自分はこの Lumix S5 Mark II を使っていてリアルタイムラットすごくいいなとは思ってたんですが、最近ちょっと実はあんま使ってなくて、そのクリエイターさんたちが用意してくださってるラットとか、自分でね、作ったラットとかを当てて、そのまま焼き込んで撮影するっていうところが、なんていうんですかね、バッチリ同じ環境で撮影できていれば、すごくね、いい色味が出るっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり撮影する環境、光の量とか、あと、ホワイトバランスの関係だったりとかね、その辺で、やっぱ全然出てくる色味が違ってくるんですよ。全部、汎用的な環境に適したラットってほとんどないと思っていて、もちろん中にはあるかもしれないんですけど、どうしてもやっぱりですね、使える場所が限定されちゃうというか、この時にはこのラットがいいけど、こっちの場面では全然違う色が出ちゃうとかね。そういうのがあって、やっぱ自分でそこに適したラットをまだ選んでですね、調整してっていうところをやっていかなきゃいけないっていうのがあるんですよね。はい。で、それって、自分の撮影スタイルっていくとですね、ちょっとそのタイムロスは致命的でして、その場に応じた適したラットを選んでるっていう時間がちょっとないんですよね。ってなった時に、それだったらもうカメラの標準でついてるフォトスタイルとか、いわゆるログ撮影とかロー撮影っていうね、後から色味をいじれる撮影っていうので撮影しちゃって、後で編集のタイミングでね、色味とかを調整するっていうやり方の方が、失敗が少ないかなっていう風に考えになってですね、最近ね、全然使ってないんですよ、リアルタイムラット。それこそ、Lumix S9 も同じようなことになっちゃうんじゃないかなと思って、そこがね、めちゃめちゃメリットっていう風にちょっと自分は感じなかったっていうのが要因としてはありますね。この α7C2 もですね、ピクチャープロファイルっていうのがあったりしてですね、中にオリジナルのラットとかを入れて、で、それを焼き込んだ状態で動画撮影とかもできたりするんですよ。写真撮影はね、それできないんで、動画撮影だけになっちゃうんですけど、一応疑似的なそういうリアルタイムラットみたいな使い方も一応できたりはするんで、それだったら、こっちのソニーのね、それこそクリエイティブルックっていうような色味を使ったりとか、あとはロー撮影
いわゆる S ログ撮影っていうところで、自分の好みの絵というか色味は多分再現できるなと思っておりました。はい。その辺のやっぱ汎用性の低さっていうところはね、どうしてもラットの使用上しょうがないのかなとは思っておりますが、そうなってくるとね、逆にやっぱ富士フィルムのフィルムシミュレーションやっぱすごいんだなって最近ね思ってるんですよね。はい。あれ本当に1個フィルムシミュレーション選んでおけばどんな場所においてもですね、その色味の良さをですね、引き出してくれているんで、あれの汎用性マジすごい。はい。っていうのが最近ね、思っている内容でございますね。ちょっと余談になっちゃいましたね。はい。で、ルミックス S9 いいなと思ったポイント3つ目がですね、手ブレ補正でございますね。はい。この α7C2 を買ってですね、ちょっと使ってみて、これ、ルミックス S5 Mark II との比較になっちゃうんですけれども、やっぱね、手ブレ補正はね、ルミックスすごいっすわ。それこそ最近のアップデートで、電子手ブレ補正がさらに強力になったっていうところもあって、この手ブレ補正の効き具合っていうのは、よりね、優位性があるのかなと思っております。で、これと同じね、手ブレ補正がですね、ルミックス S9 の方にも搭載されておりますので、そういった面でいくと、おそらく、このソニーよりもですね、手ブレ補正の性能はいいのかなというふうに思っておりました。ただ、じゃあ手ブレって何で起こるかって言ったら、この安定性がないとブレちゃうって話だと思うんですよね。だからこのグリップがあることで、ちょっとその安定性っていうところはね、向上してると思うんで、そこに関しては、どうなんだろう。一長一短なのかなと、ちょっと個人的には思っております。はい。で、ルミックス S9 いいなと思ったポイント、4つ目がですね、ハイブリッドズームの存在ですね。はい。これね、すごいなと思いました。ハイブリッドズームね、仕組みに関しては説明しづらいんですけど、口頭だと。いわゆる電子的にズームする機能ではあるんですけど、操作はここのレンズのズームリングを使ってズームしてくれるというものでございまして、これめっちゃ説明難しい。このハイブリッドズームを使えば、このズームリンクの動きに合わせて、徐々に、この光学のズームと一緒にデジタルのズームを自然にですね、倍率合わせて、ズームしてくれるっていう機能なんですよ。スムーズにズームできるっていうのは、便利な機能だなと思っております。で、S9 のいいと思った点、5つ目がですね、やっぱりですね、これ価格の部分ですね。α7C2 に比べるとですね、本体価格でいくと5万円ぐらいかな。安いんですよね。S9 がだいたい販売価格20万ちょっと。こっちの α7C2 はだいたい25万ぐらいで今販売されてるのかな。なので、シンプルに5万ぐらいの価格差があるんですよね。これ、結構なアドバンテージなんじゃないかなと思っております。さらにですね、純正レンズっていうところも、実はパナソニックの、ルミックスのですね、純正レンズ、安いんですよ。ソニーの純正レンズ、高くてですね。なんで、その辺のトータルコスト的な面でいくと、かなりコスパがいいっていうのが、ルミックス S9 の、メリットなんじゃないかなと思っております。で、ここまでお話をしてですね、正直言うと、本当に一長一短だったんですよね。こっちにしかない機能もあれば、S9 にしかない機能っていうのもあったりしてですね。また自分はすでにもう L マウントのレンズをいくつか持っていたので、結構本当にね、S9 いいなって思って迷ってはいたんですけど、一個だけちょっとやっぱ気になってしまった点がありまして、それが原因でちょっともう、こっちに舵を切ったっていうところがあるかなと思っている点が一個だけありまして、それがですね、動画の連続撮影時間でございますね。実は S9 の方には動画撮影に関して時間制限があるんですよ。1回の撮影における。4K だったらだいたい15分。で、フル HD でも20分っていうですね、時間制限がありまして、20分経っちゃったら1回録画が止まっちゃうんですよ。止まった上でもう1回撮影をし始めなきゃいけないと。いうところでございまして、20分以上連続で撮影することなんてないよと思われるかもしれないんですけど、自分はね、この YouTube で撮影したりとかするときに結構ペラペラ喋っちゃうんで、20分超えることって結構ザラにありまして、そうなった時にですね、いちいち止めて、
もう一回撮り直す。どこからどこまで喋ったっけみたいなね。そういうのが、ちょっと煩わしいなと思っちゃいまして、その点こちらはですね、連続撮影のそういった、いわゆる電池が持ったり、熱でね、止まらない限りは撮影できますので、そういった点で、ちょっと動画ユーザー目線では、ちょっとその時間制限きついなというふうに思ったのが、ちょっと要因としてはございますね。はい。ということで、ここまでお話しした理由をですね、総合的にやっぱり判断をして、今回自分はですね、ソニーの α7C2 を購入いたしました。決してね、さっきも言ったんですけど、S9 が悪いってわけではなく、むしろね、もうデザイン可愛いし、めっちゃコンパクトで欲しかったんですけど、自分の撮影スタイル、用途にはちょっと合わなかったっていうのが正直なところでございます。その点この α7C2 はですね、このコンパクトでありながら、必要なスペックというか、欲しい機能は大体揃っていてですね、使い勝手が良さそうだなっていうところが、マウントを変えるね、デメリットっていうところよりも自分としては上回って、メリットの方が上回ったかなと思って、今回ね、初めてちょっとソニー機買ったんですけど、じゃあこれ逆にどんな人にね、おすすめなのかっていうところも最後ね、お話ししようと思うんですけれども、まず、α7C2 おすすめの方はですね、やっぱり初めてですね、ミラーレス一眼を買う方は、こっちの方がいいんじゃないかなと思うんですよね。というのも、必要な機能は大体やっぱ揃ってるんですよ。ない機能が少ないというか、ミラーレス一眼に求めるいろんな機能がですね、ぎゅーっとコンパクトに詰まった、そんなような一台になっておりまして、それこそ最初はどういう目的で買うかっていうところって定まってないことの方が多いとは思うんですよ。ちょっとやっぱ綺麗に映像を残したい。ちょっといい写真を撮って残していきたいっていうのでミラーレス一眼をね、購入するっていう方がやっぱ多いんじゃないかなとは思っていて、そうなった時に後々、これもうちょっとこういうことしたいのにな。こういうのができたら嬉しいのになっていうのが少ないと思うんですよ。大体できると思うんですよ、こいつ。あとやっぱりオートフォーカスの性能が良いので、やっぱ撮った時のね、ミスっていうか、成功率っていうのがね、上がると思うんですよね。最初からフラットなデザインを使っていればあんま関係ないのかもしれないんですけど、このね、グリップの良さ、持ちやすさっていうところは一つね、スペックになるとは思っております。個人的に。はい。そういった面で、初めて持つカメラとしての、なかなか高い買い物ではありますが、どうしてもやっぱり最初からフルサイズがいいんだよっていう方はですね、この1台おすすめできるんじゃないかなと思っております。で、逆に S9 がおすすめの方はですね、どちらかというと、ルミックスユーザーで、サブカメラとして、ないしは、スナップ用のカメラとして、もう1台コンパクトカメラが欲しいとかってなった時に、めちゃめちゃいいカメラなんじゃないかなとは思っております。それこそ、ちょっとしたショート動画を上げたいんだとか、用途がすごい限定的で、もう S9 のスペックでもう十分なんだっていう方は、もちろんね、最初からそっちを購入するのも全然ありです。はい。問題ないと思います。なんですが、安くて、コンパクトで可愛いデザインになったことによって、削られてる機能も結構あったりするので、その辺が後々のね、自分の撮影スタイルに合うかどうかっていうところがどうしてもわかんないと思うんですよね。それがもうしっかりと自分の中で軸としてある。もうこういう使い方ができるんだ。自分にはこれでもうスペック的に必要十分なんだ。っていうのが分かる人って多分初心者さんではないと思うんですよ。もうすでに自分の中の撮影スタイルが決まってる人とかだと思うんで、そうなった時に最初からこのカメラをおすすめできるかって言ったら、どうだろう。間違いではないけれども、ちょっと尖った機種ではあると思うので、自分の撮影スタイルに合うかどうかっていうところの柔軟性がね、汎用性っていうところがちょっとだけないのかなというふうに思っております。はい。これめちゃめちゃ個人的な意見なんでね、反対意見も全然あるとは思うんですけれども、どういう使い方ができるかっていうところをしっかりと考えた上で判断していただいた方がいいんじゃないかなと思っております。はい。ということでいかがでしたでしょうか。ちょっと結構いろいろと喋っちゃったんですけれども、はい、今回はですね、コンパクトなフルサイズミラーレス一眼 α7C2 とルミックス S9 についてね、お話をさせていただきました。自分の意見がですね、ちょっとでも皆さんの購入にあたっての検討材料になっていれば嬉しいかなと思っております。こちらのチャンネルではこういった撮影機材のお話でしたりとか、あとはデスク周りの周辺機器のデバイスなんかをご紹介しているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。
またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひともコメントをよろしくお願いいたします。またね、いっぱい α7C2 の動画とかも上げていければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。